はい、Let's 日本語。皆さん、こんにちは。日本語教師のさくらです。このポッドキャストのテーマは、日本語で学ぶ。ちょっと気になることを日本語で一緒に勉強していきましょう。リラックスして楽しんで聞いてください。今日のテーマは、なぜ人は夢を見るのです。皆さんは昨日夢を見ましたか？楽しい夢でしたか？それとも怖い夢でしたか？空を飛ぶ夢、誰かに追いかけられる夢、学校や仕事に遅れる夢、大切な人と会う夢、いろんな夢がありますよね。今日は人はいつ夢を見るのか、そしてなぜ夢を見るのかについて話していきます。ぜひ最後まで聞いてください。それでは始めましょう。まず夢という言葉について考えてみましょう。日本語の夢には大きく分けて2つの意味があります。1つ目は寝ている間に見る夢です。例えば、昨日怖い夢を見ましたとか、日本へ旅行する夢を見ましたとか、昔の友達が夢に出てきました。この場合の夢は寝ている間に頭の中に出てくる映像とか物語のことです。それからもう一つの夢は将来についての希望や目標です。例えば、将来日本に住むのが夢ですとか、私の子供の頃の夢は先生になることでした。この場合の夢は寝ている時の夢ではありません。将来こうなりたい。いつかこれを実現したいっていう希望や目標を表してます。実現するっていうのは考えていたことや願っていたことが本当になるという意味ですね。例えば、日本に住みたいという夢が実現しました。こんな風に使います。同じ夢という言葉ですけど、意味が2つあるんですね。今日はそのうちの寝ている間に見る夢について話していきます。人は寝ている間、いつ夢を見ているのでしょうか？人は寝てから朝起きるまでずっと同じ深さで眠っているわけではありません。浅い眠りと深い眠りを何度か繰り返しています。この繰り返すっていうのは同じことを何度もすることですね。睡眠には大きく分けるとレム睡眠とノンレム睡眠があります。レム睡眠の時は体は休んでいますが脳の一部は活発に働いています。活発に働くっていうのはよく動いてる、よく働いているっていう意味です。つまり、レム睡眠の時、体は休んでますが、脳の一部はまだよく働いてるんですね。一方で、ノンレム睡眠は脳と体を休めるための深い眠りです。レム睡眠の時に見る夢は映像や感情がはっきりしていると言われています。ノンレム睡眠の時に見る夢はもう少しぼんやりしているそうです。さて、ここからが今日の一番大きな疑問です。人はなぜ夢を見るのでしょうか？実はこの質問にはまだ完全な答えがありません。科学者の人たちも夢について長い間研究してますが、人が夢を見る理由は必ずこれですとは言えないんですね。ただし、いくつかの考え方があります。一つ目は、
記憶を整理するためです。私たちは毎日とっても多くの情報を受け取ってますよね。人と話したこと、見たもの、聞いた音、勉強したこと、仕事で起きたこと、嬉しかったこと、嫌だったこと。脳は眠ってる間にもこういう情報とか記憶を整理していると考えられてます。整理するっていうのはバラバラになっているものを分かりやすくまとめることです。例えば部屋に物がたくさんあるとき、いるものといらないものを分けますよね。それも整理することです。脳も眠っている間にその日に入ってきた情報を分けたりまとめたりしているのかもしれません。そしてその記憶を整理している時に一部が夢の中に出てくることがあります。例えばお昼に友達と旅行の話をしたとします。その日の夜、知らない国へ旅行する夢を見るかもしれません。でも夢の中に出てくる国は昼に話していた国とは違うかもしれません。一緒に旅行している人も昔の友達や家族になっているかもしれません。夢の中では最近の記憶と昔の記憶が混ざることがあります。私も久しぶりに昔の学校の話をした日にその学校が夢に出てきたことがあります。でも夢の中では昔の学校に今の友達がいたんです。そしてなぜか私は、ここにこの人がいるのは不思議だな。全然疑問に思わなかったんですね。起きた後に考えると全然普通じゃありませんよね。でも夢の中ではいろんな時代や場所、人間関係が自然に混ざってしまいます。はい、2つ目の考え方は感情、気持ちを整理するためです。人は嬉しいことだけじゃなくて不安や悲しみ、怒りや緊張、いろんな感情を持ってますよね。特に強く心に残った出来事は夢に出てくることがあります。例えば、大切な試験の前に試験に遅れる夢を見る。人前で話す予定がある前に何も話せなくなる夢を見る。仕事が忙しい時に仕事で大きな失敗をする夢を見る。こんなこと経験した人はいませんか？私も大事な予定がある前に遅刻する夢を見た時があります。夢の中では急がないといけないって思ってるのになぜか準備が終わりません。服が見つからなかったり、電車に乗れなかったり、走っても前に進まなかったりします。そして目が覚めると、ああ、夢でよかったと安心します。多分、現実で感じてた不安や緊張が夢の中に現れてたんだと思います。ただし、遅刻する夢を見たら必ず大きなストレスがあるということではありません。その日に遅刻の話を聞いたから夢に出てきただけかもしれません。夢の内容を見ただけで、その人の心の状態を完全に判断することはできません。判断するっていうのは、情報を見たり聞いたりしてどうなのかを考えて決めることです。3つ目は、危険に備えるためという考え方です。備えるというのは、何かが起こる前に準備することです。例えば、台風に備えて水や食べ物を用意します。夢の中では誰かに追いかけられたり、危険な場所から逃げたり、高いところから落ちたりすることがあります。
人間が今みたいな安全な家で生活するようになる前は、自然の中にたくさん危険がありました。動物に襲われることもあったと思います。襲われるというのは、動物や人から急に攻撃されることです。敵から逃げないといけないこともあったと思います。なので、夢の中で危険な場面を経験することが、現実、今の危険に対応する練習になっているのではないかという考え方があります。対応するっていうのは、その時の状況に合わせて行動することです。さて、夢の話をするときによく出てくるのが夢占いです。皆さんは夢占いをしたことがありますか？見た夢によって未来がわかるとか、今の状態がわかるっていう占いですね。私も印象に残る夢を見た後に、この夢には何か意味があるのかなと思ってインターネットで調べたことがあります。印象に残るっていうのは強く覚えていて、なかなか忘れないっていう意味です。例えば、夢占いっていうのは、夢に出てきた人や物、出来事から、その人の心理状態、心の状態、今どんな気持ちなのかとか、未来について考えるものですね。例えば、歯が抜ける夢とか、空を飛ぶ夢、水の中にいる夢、こういった夢にはそれぞれ意味があると言われています。追いかけられる夢は不安やプレッシャーを感じているとか、空を飛ぶ夢は自由になりたい気持ちを表しているとか、歯が抜ける夢は自信をなくしていることとか、変わることへの不安を表している。そんな風に説明されることがあります。個人的には夢占いは確実なものではないという風に感じてますね。確実っていうのは間違いがなく必ずそうなるっていう意味なんですけど、でも自分の気持ちについて考えるきっかけとして楽しむのは面白いと思います。例えば、何度も仕事に遅れる夢を見るとします。その夢を見たからといって、必ず未来で遅刻するわけではありません。でも、最近仕事で失敗することを心配してるのかな、時間に追われてると感じてるのかなと、自分の気持ちを振り返るきっかけにはなるかもしれません。振り返るっていうのは、過去のことや自分の行動、気持ちなどをもう一度考えることです。ここでは自分が最近どんな気持ちだったのかをもう一度考えるという意味です。もちろん深い意味はなくて、ただ前の日に見たものが夢に出てきただけということも多いと思います。この夢を見たから絶対に悪いことが起こると信じすぎない。夢占いは楽しむものとして使う。それくらいの付き合い方がちょうどいいのかもしれませんね。はい、それではここからは今日の日本語です。今日は夢について話すときに使える表現を3つ紹介します。1つ目は、夢が叶う、夢を叶えるです。どっちも将来の希望や目標が現実になるときに使います。ただし、助詞のが、をで少しニュアンスが変わるんですね。ニュアンスっていうのは言葉が持つ細かい意味や漢字のことです。まず夢が叶うなんですけど、これは夢や希望が現実になったことに注目する表現です。注目する、あることを特に大切に見たり考えたりすることですね。例えば、いつか日本に住みたいと思っていました。ついに夢が叶いました。この夢が叶いましたは、ずっと願っていたことが現実になりましたという意味です。
主語は夢なので、夢が叶うとなります。もう一つは、夢を叶えるですね。こっちは、その人が行動したり、努力したりして、夢を実現することに注目しています。例えば、毎日日本語を勉強して日本で働くという夢を叶えました。こんな風に使います。この場合は自分が努力して頑張って夢を現実にしたっていうニュアンスがあります。では2つ目の表現、夢に出てくるです。人や動物、物、場所などが夢の中に現れた時に使います。現れるはちょっと硬い言葉なので、日常会話では出てくる、こっちをよく使います。例えば、昔の友達が夢に出てきました。大好きな俳優が夢に出てきました。大きな蛇が夢に出てきました。こんな風に使います。はい、最後の表現は、正夢になるです。正夢っていうのは、夢で見たことが後で本当になることです。例えば、夢の中でしばらく会っていない友達から連絡が来たとします。そして次の日に本当にその友達から連絡が来ました。そんな時に、昨日見た夢が正夢になりましたと言います。正しい夢と書いて正夢です。悪い夢を見た時には、正夢にならないといいなと言います。反対に、いい夢だったら、正夢になったらいいなと言えますね。ぜひ皆さんの夢についてこの3つの表現使って話してみてください。それでは今日の内容をまとめます。今日は人はなぜ夢を見るかについて考えました。最後に皆さんへの質問です。最近どんな夢を見ましたか？その夢には誰が出てきましたか？夢が正夢になったことはありますか？今日紹介した表現を使ってぜひ教えてください。日本語でも英語でも嬉しいです。いいねやチャンネル登録もお待ちしてます。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。